よし、食った。おお、走る走る。これはちょっと大きい。よいしょと、危ない危ない危ない。はい、こんにちは、です。今回は真夏のめちゃくちゃ暑い中、アジングに行ってきました。今回は調査のアジングということで、まだ釣れている情報が出ていない場所を狙ってみましたが、果たして真夏にいいサイズのアジは釣れたのでしょうか。夏にいいサイズのアジが出やすいポイント選びのコツや、イージーフロートワイヤーにタングステンシンカーを使って尺アジを狙っていきますので、ぜひご覧ください。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきます。で、今日は夏なので、潮通しがねすごいいい場所に入っております。なのでちょっとジグヘッド単体では釣りが難しいので、イージーフロートワイヤーにタングステンシンカーの 14g つけて、探っていきます。で、竿が、マイティハンツマンで、リールがセルテート HD の使っています。で、投げて底の方まで沈んだらちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を入れながら探っていきます。で、ちょっとこのポイントまだアジが入っているかどうかわからないので、今日は調査の釣りということでやってきました。釣れたらいいかなっていうくらいですね。当たりがないですね。ちょっと投げる方向を変えて、そしてアジの突き場を探していきます。とりあえずアジが入っているかどうかわからないので、もうすぐに見切るというよりかはちょっとじっくりと腰を据えて探していきたいと思います。これはうまく潮に乗っていないんでちょっと回収します。ちょっと投げる場所によって潮の流れが変わって、そしてうまく、アジがついてそうな場所に通せてるか通せてないかっていうのが結構あるんで、ちょこちょこ投げる方向を工夫しながら探っていきます。よし。うわー、また投げる方向を変えたら、潮が強烈に左の方を向いて一気に流れていってますね。やっぱり着水地点によって潮の流れが全然違うんで、潮の流れが速い場所でもしっかりと 14g 以上のシンカーを操作するんだったら、このマイティハンツマン扱いやすいので、今日はマイティハンツマンでいっています。で、ちょっと潮が緩んでもう少し探りやすくなってきたら、軽い重さのシンカーでも、その場合だったらマニューバーに変えていこうかなといったところで2タックルは持ってきております。潮が飛ぶ。真横の方を向いて、行ってますね潮が。ちょっとまた投げる方向を変えて探っていきます。やっぱり夏場の降水温期というのは基本的に潮の流れがいい、酸素量が多いところとか、波がテトラに当たったりしてもジャブジャブっとなって海中に酸素が入ってアジの活性が上がったりとか、そういった場所にアジがついているということがあるので、基本的に夏場というのは酸素量が多いところを優先的に選んで調校するようにしています。ただ釣れるかな今日は。よし、食った。食ったぬんとね、底付近引いてきたら食ってくれました。これは何かな、ちょっと重たいですね。よいしょ。ゴリゴリっと巻いてきて、そして結構大きいアジですね。これボンと余裕で多分尺ありますね。34か5ぐらいありそうですね。いや、美味しそうなサイズ釣れてくれました。いや、夏にこのサイズが出るのはやっぱいいですね。円髄分からハサミを入れてツンと切って、そしてヤウヤウヤウということで、そしていつも通り針先をチェックして問題ないんでもう一回いきます。さあ、さっき釣れたところと同じところをうまく通せたらいいんですが、ちょっとやっぱ潮の流れが結構コロコロ変わったりとかするんで、投げる方向、着水地点が悪かったら同じとこを通せずに釣れないっていうこともあるんですが、そのあたりうまくやっていきたいと思います。再現性出るように狙っていきます。この辺りかな。もう少しちょっと投げる方向を変えて、これでちょっと反応なかったらシンカーをもうワンランク重たくします。
結構潮がやっぱり流れていて、それで狙った深さまで沈んでない可能性があるので、ちょっとね、今 14g 使っているけど、18に上げようと思います。そしたらシンカーを 18g に上げました。そしてワンももうスイングインパクトに変えてみました。まあちょっとこの辺りは気分転換で、これで狙っています。潮の流れが速いと14でもちょっとしんどいなというぐらい感じたので、18に上げて、まあ、そこの方まで一気に沈めていこうかなというところで、さあこの変更がうまくいくでしょうか。どうかな。18じゃ合ってないかな。ちょっと沈むのがやっぱ18だったら早い気がするんで、ちょっとまた重さを変えます。でこの EG フロートワイヤーはもうここのスナップを外すと簡単にシンカー取り外しができます。そしてピッとすぐに付け替えてこまめに重さを変えることが可能なんで超便利です。では次またシンカーを 14g に軽くしました。これで探っていきます。でワンはスイングインパクトのままでいきます。ちょっとさっきの立ち位置はあまり反応がなかったので別のところに移動してきました。ここでちょっと狙っていきます。投げて着水して、そして底の方まで沈めていきます。で今タングステンの 14g 使っています。よし。でそこまで沈んだらアクションと食わせ沼を交互に入れながら探っていきます。沈んだらワンと左の方にちょっと立ち位置変えて探ったら一発で食いましたね。これなんだ。よっとっとっと、なんとイサキが釣れてくれました。30ちょいぐらいなんとアジングで釣れてくれました。イサキがちょっとノージム一発入れます。ノージム一発して軽くもうエラを切るだけでいきます。パスンと切って、で反対をエラを軽く切って、で塩氷でしっかりと口抜きしてやります。よし。よし、そしたらまたちょこちょこ潮の流れが変わるんで、うまくそのアジのつき場探しながら投げる方向をこまめに変えてやっていきます。よし。あれ、当て潮に変わったか。全然沈まなくなった。ついたか。よし、食った。よーし。これは何かな、アジかな。多分アジだ。よいしょ。いや、いいサイズのアジ釣れてくれました。32、3ぐらいだと思います。さあまた再現性が出るように狙っていきます。やっぱ立ち位置を変えて正解でした。うまくちょっと潮がよれてアジが溜まっているところを探りやすい位置に立ち位置変えれたんで、ちょっとね連発してくれてよかったです。もうそこの当たりが多いので、そこの方を集中して探っていきます。でそこまで沈めたらちょんちょんとアクションを入れて食わせ沼、ちょんちょんちょんとアクションと食わせ沼をここに入れながら探っていきますって言ったら食ってくれましたね。おお、走る走る。これはちょっと大きい。これはアジだったら余裕で35ぐらいはあると思います。けどなんか叩くんでタイかもしれないですね。これもしかしたらアジだ。大きいけど抜こうかな。よいしょ。おっと、危ない危ない危ない。危機一髪釣れてくれました。35ぐらいですね。いや、夏だけどめちゃくちゃいいサイズ釣れてくれてます。もう一回再現性出るように同じとこ狙っていきます。よっとっと。いや、ラッキー丸のみでした。おっと、35、6ぐらいありそうですね。よし、うまく突き場通せたら
連発してくれますね。ただやっぱちょっと投げる方向と距離がずれたら突き場を通せないので当たりがないということで、そのあたりちょっと難しいといえば難しいんですが、ただやることは同じで、シンカーの重さを調整して、そして投げて、レンジを取って、そしてアクションと食わせ沼を交互に入れるというだけの、シンプルで簡単な釣り方なんで、当たりがあったらこういう風な形で合わせを入れるという感じですね。突き場をうまく通せたらこういった形でポンとね釣れてくれます。もうほんとね、とかわけのわからないことはやらなくても、もう投げてレンジを取ってアクションと食わせ沼を交互に入れるというだけで簡単に釣れます。もう間違えてもあんな意味のわからないことはやらなくてもいいんじゃないかなと。そんな小難しいことしなくても釣れてくれます。と言ってたら、今回は、アジじゃなくてイサキでした。いや、僕愛媛県でイサキ釣ったの初めてなんで、今日すごいテンション上がってますが、いやでもイサキってこんなに釣れるもんなんですね。いや、すごい。今日は調査のつもりでちっちゃいクーラーしか持ってきてなくて、ちょっとね氷もあんまりないんで、もうそろそろしたら終わろうかなと思います。よし、じゃあだいぶアジとイサキのパターンを掴んできて、いい感じでポンポンポンと釣れてくるので、残り、ちょっとね氷が溶けそうであるんですが、あと何匹か釣って終わりにしたいと思います。じゃあ頑張ります。ちょっと頑張っていたら40近いサイズのアジ釣れてくれました。ちょっとねメジャーを軽く当てたら39だったので、尻尾をねこうクイッてやったら40だったんですが、39ということで、いや夏でよ、いやめちゃくちゃいいサイズ釣れてくれました。やったー。エラの隙間からハサミをスッと入れて切ります。切り抜きしてやります。ちょっとこのサイズが釣れてくれたんで、サイズになったんで、もうちょっとだけやります。さあ、あとちょっとで帰ると言っていましたが、いい感じで釣り続いたい。結局、尺アジ剣山状態になるまで、やってしまいました。で、アジが一番大きいのが39センチ。で、イサキも35センチぐらいのいいサイズ釣れてくれて、もうクーラーがいっぱいです。ちょっと氷も溶け始めているので、もう早く帰ってさばいていきたいと思います。じゃあ帰ります。ただいま帰ってきました。いや予想以上にめちゃくちゃ釣れて超楽しかったですね。おかげで腕がちょっと筋肉痛になりました。で、今回晩酌用でいただくのはこちらの丸々っとした尺アジと丸っとした美味しそうなイサキ、これらを晩酌の魚としていただきます。とりあえず今日はもうちょっと遅いので、エラと内臓出しだけの下処理だけやっておきます。で、アジのエラは指を突っ込んでプリッとつまんで取ります。で、イサキのエラも指で取れるかな。ちょっとね、イサキ僕ほとんどさばいたことないんですが、いけますね。エラをプリッと取っていきます。じゃあ内臓を出していくんですが、その前に僕が作ってもらったオリジナルのアジ切り包丁が完成しました。矢のアジ切りです。愛媛県の熟練の職人さんに手打ちで作ってもらいました。もうかっこよすぎて、これを見ているだけでお酒が飲めます。じゃあ早速内臓を出していきます。いやめっちゃ切れる。あんまり小魚とかそういった餌は入ってないですね。ちょろっとお腹周りに油がついてるかなっていうぐらいですね。で、イサキも同じように腹をスンと切って、イサキは卵持ってますね。まだ卵落としてないですね。内臓、ベイトとか特にあんまり入ってないですね。よいしょ。卵はまたちょっと煮て食べるようにします。よし。で、内臓を洗っていくんですが、もう夏場はこの水がぬるいんで、もうここで氷を入れてちょっと冷たい水を作って、その中で洗っていきます。そうすることによって魚も傷みにくいんで、夏場はちょっと手間ですが美味しく食べるための一工夫ということで。手が冷た。イサキも同じように洗っていきます。よし OK。 キッチンペーパーをエラと内臓のところに詰めて、グリーンパーチでくるっと巻いていきます。
くるっと巻いてやります。この状態で一旦冷蔵庫で寝かせます。さあ冷蔵庫で一晩寝かせました。で今回イサキは炙りでいただこうと思います。そしてアジは炙りとなめろうでいただこうと思います。両方ともまるっとしていて美味しそうですね。最初に鱗取っていきます。でちょっともう水がぬるいんでかけずに取っていきます。イサキも同じように取っていきます。でやっぱ水をかけなかったら鱗が飛び散るんで台所がなかなか鱗でやばいことになってます。よし OK。 じゃあまずイサキからさばいていきます。頭を落としてやります。そして背中側から包丁を入れて、次お腹側からも包丁を入れてやって真ん中の骨に沿わせてパスンと断ち切ります。美味しそう。そして反対側もお腹側から包丁を入れてやって背中側から。イサキはもう皮ごと炙るので皮は剥がずにいきます。パスンと断ち切ります。でまずは3枚におろしていきます。骨を立つ時はちょっと大きいサイズはここの関節のところに包丁を入れると簡単に立てます。で皮だけ先に剥ぐので軽く表面にすぐ切れ込みをスーッと入れます。反対も同じようにスッと皮の表面だけに薄く切れ込みを入れます。この背中側の皮をつまんで先に皮をピリピリピリと剥ねます。そしてお腹側からスーッと包丁を入れて背中側からもこう骨に沿うように包丁を入れてやって、そして最後真ん中でグッとパスンと断ち切ります。身もいい感じで白いですね。そしてあばらをスッとすいてやります。でちょっとこの辺りも薄くトリミングしておきます。イサキも同じようにあばらをすいておきます。よし。で軽く塩を振ってやって脱水しておきます。手間ですがこれをしておくだけで旨味が全然変わるので、イサキも同じように軽く塩を当ててやります。水分量が少ない魚なのでイサキの方が気持ち塩はちょっと少なめでいきます。そしてアジは20分、イサキは5分ほど冷蔵庫に寝かせます。さあ5分冷蔵庫で寝かせました。表面にうっすらと水分が浮いてます。そして塩をお酢で軽く流します。チャーッとかけて、半身も同じように軽くお酢をかけて塩を流します。でキッチンペーパーで水気を取ってやって、そして血合い骨を抜いていきます。今アジを寝かせている最中なので、その間にイサキの炙りだけ進めておきます。イサキはそこまで骨がこの辺りまでしか血合い骨がないですね。そして炙っていきます。でアジも20分冷蔵庫で寝かせました。思ったより水分出なかったですね。でこれも軽くお酢で塩を流していきます。そしてお酢をしっかりと拭き取って、そして炙りの方は血合い骨を抜いておきます。一本一本抜いておきます。よし。そしてアジも炙っていきます。なめろう用はもう血合い骨は抜かずに切り離します。この辺りからパスンともう切って血合い骨を一気にカットします。そしてもう小さくカットしていきます。で次はなめろうの薬味を切っていきます。まずはみょうがから
次は大葉を巻いてやって、そして切っていきます。でこれをアジに入れてやって、そして次はネギを切っていきます。アジに入れてやります。そして味噌にちょっと醤油を入れてやって溶いておきます。こうすることで味噌がアジに馴染みやすくなります。そしてアジに味噌を入れてやって和えていきます。ちょっと叩くのを忘れてたんで軽く叩きます。叩きまくるとアジの食感がなくなるので、軽くちょっともう叩くぐらいにしておきます。このぐらいでいきます。そしてお皿に盛り付けていって、アジのなめろうの完成です。ではイサキの炙り切っていきます。ちょっとこの辺りからバッサリ落としておいて切っていきます。5切れほど。そしてアジの炙りもこの辺りからスンと落として、こちらも5切れほど。ちなみにこの包丁は矢野味切りの極みということで、先ほど使っていたモデルよりもさらに切れるモデルになります。3枚おろししてきた包丁よりもさらに切れる包丁なので、ちょっと最後の刺身を切るところだけで使ってます。よし。さあイサキの炙りとアジの炙りの完成です。それではいただきます。いやー、めちゃくちゃ美味しそう。まず最初はアジの炙りからいただきます。いやもう断面がピッカピカ、すごい。醤油につけて、ほんのり甘さがあって美味しいですね。でもちょっと油はそこまで入ってないですね、この味は。でもさっぱりとした甘さで美味しいですね。じゃあ次はイサキいきます。イサキはめちゃくちゃうまいらしいですが、どうでしょうか。めちゃくちゃうまいこれ。いや、味がちょっとかすむレベルでイサキがめちゃくちゃうまいです。ちょっともう一ついただきます。ちょっと衝撃を受けるうまさ。いや美味しいとは聞いてましたが、味も結構美味しいんですけど、イサキがもうなんか別格ですね。口に入れた瞬間に爽やかなうまみが広がるというか、うわすごい美味しいこれ。ちょっと全部一気に食べてしまいそう。じゃあちょっとここでお酒いきます。今日の晩酌は青森県の伝酒になります。こちらの視聴者の方が僕に送ってくださいまして、本当にありがとうございます。今日ちょっと飲ませていただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。ほんのりとした甘みで、後味はでも結構キレのある辛口で、これはすごい美味しい。なんかちょっと一瞬でなくなってしまったので、もう一杯。これはやばい、飲みすぎてしまうやつですね。じゃあ次なめろうもいただきます。大葉とみょうがが効いてさっぱり味で夏にぴったり。ちょっと今回めちゃくちゃ叩いたわけじゃなくて、こう味の身が残る程度に叩いていたんですが、今回の味はほんのりと油が入っていたのでごま油入れませんでしたが、もう少し油のない個体だったらごま油を数滴垂らすのがおすすめです。そしてお酒も、いやー伝酒めちゃくちゃ美味しい。いやこのイサキのうまさはめちゃくちゃうまいと聞いてましたが、これは本当別格ですね。なんかイサキ本格的に狙っても面白いかもしれないですね。いやーまさかイサキがここまで美味しいとは。
ちょっとお酒のペースも上がっていい感じで美味しそうですが、残りも味わいながらいただきたいと思います。ごちそうさまでした。今回は真夏のめちゃくちゃ暑い中での調査のアジングでしたが、40センチ近いアジや美味しいイサキを釣ることができました。そして釣った魚は青森県の視聴者の方からいただいた伝酒と一緒にいただきましたが、いやーもう魚もお酒も最高でしたね。いいサイズのアジが釣れたことももちろん嬉しかったんですが、やっぱり食べて美味しかったのはイサキでした。今回釣れたイサキはアジより圧倒的に美味しくてマジでビビりましたね。僕はこれまで大分県でイサキが釣ったことはあったんですが、今回愛媛県で釣ったのは初めてでした。でも実際に本格的に狙ってみたら愛媛県でも結構イサキ狙えるんじゃないかなという可能性は感じましたね。また夏場でも潮通しが良くて酸素量が多い場所を選ぶことで100アジや40センチ近いアジが釣れることもあります。さらにイージーフロートワイヤーにタングステンシンカーやフロートをつけて沖のアジを狙うことでジグヘッド単体では釣りきれないアジも狙うことができます。ジグヘッド単体のアジングに円筒のアジングを取り入れることでどんどんアジングの可能性が広がりますので、ぜひ皆さんも試してみていただけたらと思います。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。